気持ちいい。このシフト何これ、めっちゃ上品ですね。こんなに素直な車なんだ、こんななりしてって。いわゆる高級車のフィールとはまた違うし、もっとスパルタンな感じかと思ってたら意外と癒し系なエミーラちゃん。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はこちらロータスエミーラの一般道市場をお届けしていきたいと思います。すごいですよね。横に立つと私なんか巨人化しちゃったかのように見えるんですけれども、すごい車高も低いです。ハンドリングめちゃめちゃ気になりますけれども、皆さんぜひですね、一般道でのこのエミーラの性格一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは今日も最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、それではですね、早速ロータスエミーラ行きたいと思います。ちょっとね、やっぱりエミーラとかってなかなかね、候補車借りて乗りましょうかっていうテンションになかなかならない車なので、今回乗れてよかった。さあ行きましょう。さあ V6 でございますけれども、トヨタ製のねエンジンが搭載されているということなんですが、もう味付けはもう全然違います。もうどこでエンジンが作っていてもですね、結局はチューニングする人の、テクニックなんだなっていうことをすごく感じますよね。ありがとうございますみたいわ。山崎元弘先生に可愛いって言われました優しいな。ちょっと気分良くなった。おー、すごい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 、めっちゃ吸い付く。これですよ、エアロダイナミクスってこういうことですよね。よいしょ。何が大変って重いんだ、クラッチが。よいしょよいしょって言っちゃった。うわー気持ちいい。このシフト何これ、一足こんな綺麗に吹けるんだ。全然今、高速道路に合流するのに全然実はですね、音すごいかもしれないんですけれども、全然法定速度内です。法定速度今70キロで、なんなら64キロしか出てないです。なんですけれども、大体高性能なスポーツカーっていうのは割とローギア使うのしんどかったりしません？なんですけれど、めちゃめちゃ一足のトルクが緩やかっていうわけでもないな、すごい扱いやすいですよね、このエンジンのトルクバンド自体が。あとね、音がすごい静かなんですよ。 V6 なんですけれども、 V6 の中でも想像しいタイプの V6 ではないです。この辺はさすがね、トヨタの V6 ってV6 だよね。やっぱりさすがその辺はですね、もうガッツンにビルドアップされた V6 エンジンっていうような感じではなくて、本当にねトルクの出方は緩やかに出ていきます。なのでこの辺は本当シフトのね選び方次第だと思うんですけれども、確かにめっちゃ乗りやすい V6 エンジンだし、こう見た目以上にすごく優しいです。ハンドリングの感じが。これちょっとね意外、低速ではですよ、低速ではそうなんですけれども、この形状によってすごい限界値が高いので、サーキット走行とかしても多分もうねエアロがすごい。これね一瞬走ってて思うけど、空力めちゃやばい、めちゃくちゃ吸い付きますね。なのでそういうところがハンドリングカーとしてものすごいね気持ちいいんですよ。思った以上に乗りやすい。ここにびっくりしてます。その音の感じとかも決してそのスーパースポーツカーにありがちなめちゃめちゃこうね想像しい感じじゃなくて、めっちゃ上品ですね。昔ですね、ティーポという雑誌でよく書かせていただいた頃なので、かなり昔の話なんですけど、そのかなり昔の時代、ロータスのオーナーズクラブが主催している壮行会の、取材とかもさせていただいたんですけど、来てる方がものすごい上品だったんですよね。ちょっと変わった方も多いんですけど、ごめんなさいオーナーさん、ごめんなさい変わった方も多いんですけど、間違えた、個性的な方も多いんですけれども、ハイスペックなスポーツカーが好きな人のオーナーズクラブの中ではすごくね上品な方が多かったです。でこれ乗って分かった、車の性格がものすごいマニアックという言い方もできますけれども、ものすごいね上品、もうシャカリキ飛ばすとかいうような感じじゃなくて、ハンドリングを楽しむ車なんですね。初めて知った。私も過去あんまり乗ったことなかったかもしれないな。すごいこんなに軽やかで、
こんなに素直な車なんだ、こんななりしてっていうことに結構びっくりしてます。やっぱりね、いろんな車乗らないとダメですね。ちょっとね、やっぱり普通に買えちゃうというか、普通に試乗会をしてくれると言ったら失礼ですけど、ちょっとやっぱりね、一般的な車に最近乗りすぎていて、今回ですね、ちょっと普段あまり乗らない車を選ぼうと思ってトップっぽい車を3台選んだんですけれども、どれもどれで思った以上に何々みたいな車ばっかりでした。すごく良かった。で、すいません、話をちょっとこのエミーラに戻しますね。とにかく軽量感はすごくあります。で、このエアロの形状、このエアロダイナミクス形状に対して車体がすごく軽いので、接地感っていう意味ではさっきの 500e アバルトの方があったぐらいにこう接地感をすごい感じるんですけれども、この四輪のバランスっていう意味ではやっぱりエミーラすごくて、その限界値が高そうみたいなのをですね、もう普通に乗ってて感じるんですよ。全体的にもちろん設置はしてるんですけれども、ふわっとこう路面にくっついてるみたいな感じですね。それがタイヤの重みにくっついてるんじゃなくて、吸い付けられてるみたいな感じのイメージなので、めちゃめちゃ軽快なんですよ。すごくハンドリングがもう最初から、例えば今高速の出口出ますけれども、この高速の出口を出ていくところのハンドリングの鼻のキュッて入っていく感じから、もうハンドルが軽いとかそうじゃない、もう全体的に軽い、軽快、ものすごい鼻がキュンって入るっていうね。それがソーダ感とかそういうんじゃなくて、こうパッケージで荷重移動で軽いっていう感じをほらすごくするんですよ。ライトウェイトってこういうこと言うんだなっていうことを乗ったら今実感してます。なんですけど、後ろにエンジンがあるので、とにかく鼻先がすごくよく回るんですよ。でそれはそのなんていうのかな、ハンドリングの軽快感っていうところに一番寄与している部分かもしれないです。一般道に入ってくると、高速道路みたいなところを走行しているのとは違って、またエンジンの静粛性っていうのが全然ですね邪魔しない。意外と下のトルクはあんまないんだな。だから V6 だから、そのすごいトルクが太いと思って、例えばアメ車みたいにちょっと高めのギアだけどアクセル煽ってちょっとズボラ運転しようみたいな、そのごまかしが効かない。割とドライバーがこまめに操作をしてあげないといけないタイプの繊細さっていうのを持ち合わせてるかなっていうのは思います。だからちょこまか運転したい人っていうのは、これすごい V6 だけどいいのかも。でクルーズ状態に入ると、この V6 のトルクの太さっていうのが、トルクの太さというかパワーの、強さっていうのが勝って、普通にクルージングしていくことも可能です。だから結構ローギア低速の時の性格とクルーズに入った時の性格が割とこう大胆に変わるような車のイメージを私は今持っていて、今例えば5速で、スポーツモードで走ってるんですけども、5速でスポーツモードで走っているのに5速で今クルーズしていて、6速に上げましたけれども、こうなってくると超ド安定、いいセダンみたいな走りをするんですよね。めちゃめちゃゆったり乗れます。なんですけれども、例えばローギアで高めの回転数で走る時には、この鼻先の軽さと、それから鼻先の軽さと設置の巧みさというか、こうね、タイヤが F1 カーみたいな感じでしょ。ドライバーよりも外にタイヤがある。でこれがしっかりとこう路面を掴んでこうグリップしていって、この軽量のボディをですね限界を高めてるみたいな感じ。ショートサーキットとかでは面白いのかなっていうふうに思いますね。あと峠とかもいいだろうな。いやでも峠だと割とね、平滑な路面でクイクイ走るのがきっと楽しいだろうなっていうふうに思わせる。でないと、割と例えば山道とかで乗ってこう路面が荒れてたりとかすると、おそらくお腹すっちゃうような気がするんですよね。こんなに顎が低かったら、でお腹が低かったら。だからちょっと空力っていうことを楽しむためにも、なるべく平坦な綺麗な路面をすんごい高速で走るとめちゃくちゃ楽しそうっていうような感じ、そういうような印象があります。どうでしょうね、オーナーさんいかがですか？今ですね、ちょっと一般道と高速道路をこう複合的に組み合わせて走ってるんですけれども、こういう時だよね。こういうさ、路面がすごい綺麗なところの S 字カーブとかをクイクイっていく時とかの自分が狙った
上のトレースをしてくれるこのハンドリング性能の高さっていうところは最高に楽しいかも。これはね他の例えばスポーツカーとかにはない魅力、やっぱ軽さなんでしょうねきっとね。ロータスっぽい感じの魅力を楽しめる、一番の魅力を楽しめると思います。なんだろう、ちょっと浮遊感もあるんですよね、こう浮いてるような感じっていうかね。なのでその接地感が濃いとかそういうんじゃなくて、割とそのグリップがめちゃめちゃ効くみたいなそういうんじゃなくて、ちょっと軽やかにこの路面を駆け抜けていくみたいな感じの印象がありますね。ちょっとこの辺は独特のドライブフィール、これはねハマったらハマるんだろうな。他ないもんねこんな感じの車って。そうですね、この車格でこのぐらいのハンドリング感を味わえる車ってちょっとあんまりないかもしれないです。でもしかしたらエキシージとかエリーゼとかはもっとで軽快でもっと軽いのねきっとね。でもっと多分こうクイクイしているんでしょうね、カートみたいに。でカートだとちょっとこうもっとガチッとしてるけど、それがもっと軽やかなんでしょうね。そういうのをすごく想像させるようなドライブフィールを持っております。でもしかもね疲れない。多分ねすごいトルクバンドがフラットというか、あまりにもこうピーキーになりすぎないんですよ。今私だってスポーツモードでこれですよ。スポーツモードでこれだから、今ツアーモードに普通のツアーモードに変えましたけれども、ノーマルモードがツアーっていうモードなんですけれども、これに変えるとなおのこと疲れない。なんか普通にもうセダンみたいに乗れちゃいます。そうでサスペンションの感じもものすごいめちゃくちゃもうバリカタみたいな感じじゃない、針金みたいな感じじゃないんですよ。割と、それこそ軽さっていうのが助けてると思うんですけれども、ドスンドスンみたいな感じじゃなくてパリンパリンパリンってね、なんか割とこう路面を越えていくような感じ。本当にバレリーナがつま先でトコトコトコって走ってるみたいな感じのイメージなくらいめちゃめちゃ軽やかに設置してるんですよね。だけどそのトレッドも広くてこれだけホイールベースもありますので、割とそのグリップに対しての怖さはないんですよ。ここのだからフォーミュラカーみたいな感じなのでしょうね。そう、ここのちょっとこう奥深さっていうのはすごくあります。いわゆる高級車のフィールとはまた違うし、いわゆるハイスペックな高級スポーツカーの趣でもない。でもちろんその軽自動車、軽スポーツみたいな感じでもない。でもねどっちかっていうと本当に S660 とかあっちの方が味が近い。もっとこう路面の影響をね受けますけれども、ちょっとなんかねバイクっぽいっていうかね、これねもうボトムターンとかめっちゃ気持ちいいですよね。でここからその駆け上がっていくそのトルクの出方とかも意外とジェントル。今ちょっと路面の荒れたところに入ってきますけれども、こういうところに来てもそのボディの上物がそんなにその重くないので、あとすごい車高低いっていうのもあって思った以上に柔らかいというかやっぱソフトですね。インフォメーションは最初にバババッと取りますけれども、その先にですねガタガタみたいなのがなくて、割とこうもちって戻るみたいな感じ。これもね車体の低さもあるかもしれないんですけれども、これだったらもうグレカーレの方がよっぽど硬かったよっていうぐらいなんかあんまり影響を受けないです。もうそれもなんかバレリーナみたいにそのあれもトコトコってこういなしていくみたいな、コロコロっていなすみたいな感じのすごく軽やかな走りですね。ただこの軽快な走りに対してもうクラッチペダルが重すぎるのと、あとペダル配置がとっても個性的なんですよ。めちゃめちゃタイトだから、クラッチペダル、ブレーキペダル、アクセルペダルの配置がものすごい詰まってるので、私の足でも詰まってるので、ここはオーナーさんになるとちょっと慣れないといけない部分なのかもしれないですよね。そこもまた個性的なんだけど、決して乗りづらいわけじゃない、見た目ほどスパルタンっていうわけじゃないのがまたちょっとこうユニークなところだなっていうふうに思いました。いやでもこれは普通に乗れるよ。なんか普通にマニュアルだけど、そしてペダルだけは重いけど、男性だったらいけるかな。さっきもう重たって言ったらロータスこんなもんなんですよつって男性の担当者はおっしゃってたので、ここはね男性だったらなる。でも私もちょっと慣れてきました。いいトレーニングにはなりそうです。もっとスパルタンな感じかと思ってたら意外と癒し系なエミーラちゃん。多分これはでも
もうちょっと振り回すように走るとこうパッと性格が変わるんでしょうね。この接地感とかの扱い方もすごいテクニカルなんだろうな。私は特に荷重移動で車を運転したい人なので、こういうねちょっとこう荷重感のこうつかみづらい車っていうのはちょっと比較的難しいんじゃないかなというふうに思っちゃいました。はい、というわけで今日はこちらロータスエミーラの一般道試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。当チャンネル初登場となりましたこのエミーラなんですけれども、なかなかねちょっと候補車を借りようという勇気がない中、やっぱりねジャイア試乗会ってこういうね乗ってないモデルとかね乗り過ごしていたモデルにたくさん乗れるのでありがたいなというふうにも思いましたし、まだ買えるね、欲しい人はぜひチェックしてみてください。さあというわけでですね、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。以上をもちましてジャイア試乗会完結編となります。またですね来年も開催されると思いますので、スケジュールがあれば参加していきたいと思っております。それではチャンネル登録と高評価応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。